スケベさんじゃないっすか。新しい城に来るの珍しくない。そうっす。知らないところに来ていちいちびっくりしてたらこんな家業やっていけないっすよ。そういうことっす。落とした城だと思えば別に普通っす。わかってるっすよ。そういえばここには恋はいないんすか？へえ、川中島にはいなかったから何をしてるのかと思ったっすけど、そんなところにいるんすか。鬼いるの？さくら、その鬼とやらも戦ったことないんすよね。本大将がサクッと片付けてたっすけど、あいつら本当に強いんすか？強いですよ。シノと雫がいて、今考えたらスケベさんやアヤナたちだけならともかく、あの二人が足元を救われるって考えづらいっすけどね。でも事実なのです。そうですね。少なくとも金ヶ崎では不覚を取りました。まあそれはそれで楽しみっす。これからそいつらと当たるんすよね。腕が鳴るっすね。ねえ松葉。松葉はめんどくさい。わかってる。はい、川中島の話をみんなで。いいっすよ。じゃあスケベも座る。ケンスケ様、ケンスケ様。ですね、今回の戦い、アヤナはとっても頑張ったのです。はい。それでですね。アヤナ、ケンスケ様からご褒美が欲しいのです。欲しいのはお金じゃないのです。健介様、アヤナはそこに座りたいそうですよ。かよいいですか、ケンスケ様。いいですか？
今日はご褒美だから特別なのですよ。よろしいんですか？でしたらくっついていいですか？はあ。別にいいっすよ。なるほど。スケベさんはそうやって女の子を垂らすんすね。たらしの本領発揮。垂らされっぱなしなのです。そうですね。はいはい、暑いっす暑いっす。越後の寒さが恋しい。でもスケベさん、そういうのはちゃんとうちの運対象にもしてあげてほしいっす。御大将恥ずかしがり屋だから、そういうことしたら自決しそう。ついでにスケベも巻き込みそう。ごまかした。どこまででしたっけ？あやなとかよが長尾の本陣に突っ込んだところまでです。松葉とも本気でやり合えて楽しかったのです。別に。まあ、松葉はアヤナに勝てなかったっすからね。アヤナに勝てなかったのはザクロも同じ。ザクロの時はただの手合わせだったっすから、戦場じゃなかったっすから。ザクロは全然本気じゃなかったっすよ。なんすか。じゃあ松葉はアヤナに人たちでも浴びせかけられたんすか。松葉さんもお強かったですけど。あやなは一発ももらわなかったのです。じゃあ松葉の負けっすね。ザクロはアヤナとは引き分けだったから、ザクロの方が強いってことっす。松葉の役目は御大将のための足止め。勝った負けたはどうでもいい。だったらザクロだって最後まで立ってたんだから、引き分けじゃなくって勝ちっすよ。ザクロのは試合。お互い立ってたら引き分け。じゃあ健介様、あやなは松葉に負けたってことなのですか？あやなすごく頑張ったですのに。でもあやな、ご褒美がもらえるような活躍できなかったみたいなのです。ですか？ありがとうございます、健介様。はいにゃー。
スケベの足止めまでできなかった。スケベさんの言う通りっすよ。御大将もそこまでは思ってなかったっすし。それが悔しい。だったら、今度はちゃんと決着つけるですか？あやなはいつでも恋なのですよ。やだ。あの時は、御大将のお役目だから戦った。もう一度戦うのは面倒。それは、あやなが強いってことですか？それでいい。そうですか。健介様、あやな強いって言われたですよ。えへへ。あやな、強いですよ。かよよかったね、あやな。いや、前に一度戦ったっすけど、確かにあやなの槍は相当だったっす。もう一度手合わせするですか？いや、それもちょっとピンとこないんすよね。にゃ？ひょ？別にいいですよ。いいんすか？別にいいと思いますけど。なんすか？教えてくれるって言ったんだから、もう取り消したり保護にしたりはなしっすよ。ええ、それは別になしでいいんですけど。まあいっか。じゃあちょっと準備してくるっすよ。戦う時の技なんだから、きちんとした格好でないと意味ないっす。首を洗って待ってるっすよ。別にいいですよ。さあ、おばあさまかお母さまの頃にはあったのかもしれないですけど、あやなは教えてもらってないですよ。あやなは秘伝なんかなくっても強いから平気なのです。健介様、口調がおかしくなってますよ。こんな感じ。松葉さん、もしかして。あやなとかよ、嬉しそうだったから、どんなものかって気になった。
ふーんっていう感じ。スケベはどう？そう。松葉は健介様にくっつくの嫌ですか？別に嫌じゃない。だったらそうしてたらいいのです。そのうち良さが分かってくるですよ。ねえかよ。そうね。そんなもの？そんなものなのです。じゃあ、もう少しこうしてる。スケベは、スケベだからいいよね。まあ、健介様ですし。健介様だから平気なのです。本音は？健介様らしいです。準備してきたっすよ。当たり前っすよ。これ着てないと鍛錬の感覚が全然違ってくるんすよ。じゃあ、あやなも支度をするのです。いくですよ。おお、どうかなさいましたか、健介様。何ですか？そうですよ。ザクロもちゃんとした格好をしてるんだから、アヤナもちゃんとした格好で相手をするのが当たり前なのです。いや、それはいいんすけど。どこって、ひょいっと。っていうか、その槍もどこから出したんすか？さっきまでなかったっすよね。トンボ切りだからさっと出てくるに決まってるのです。意味わかんないっすよ。今の、もう一回見たい。だからこうやってこうなのです。わからない。もう一回。あやなのこれは見せ物じゃないのですよ。おお、やるならやるって言うっす。スケベ、わかった？健介様、そのおっしゃりようはちょっと。まあ、みんないちいち細かいことばっかり気にしすぎなのです。ちゃっちゃと稽古つけるですよ。庭に出やがれです。かよ。何ですか？座らないの？スケベの膝。それは。えっと。
らが降りてる間だけよろしいですか、ケンスケ様。じゃあちょっと照れますね、これ。嫌ってわけじゃないんです。そんなにいい？好きな人とずっと近くにいられる気がしますから。なんだかほっとします。何ですか？あれですか。もしかして、教えるとき、人が変わる？さ？どこかの方言ですか？別にそういうわけじゃないんです。人が変わるとかはさすがに。あやなですし。だったら何？まあ平気です。もしかしたらザクロさんならなんとかなるのかも。ザクロなら大丈夫。何が大丈夫なのかはよくわからないけど。じゃあ槍を構えるです。わかったっす。ほっ。なんすか？いや、あやなとちょっと違うなぁと。どこがどう違うんすか？同じように構えてるっすよ。ほら、お尻の辺がこう、あやなのビーってなってるのです。ザクロのはベーです。ここがベーってなってると、飛び込むときにはグバーってなって、槍を突き出すときにはドベーってなるですよ。わかったですか？もう一回。だから、ベーじゃなくて、ビーです。ベーだとどうなるんすか？槍を突き出したときに、ボベーって。さっきと言ってる音が違うっすよ。さっきバーの時ですか？バーなんて一度も言ってないっすよ。ベーだのビーだのしか言ってないっす。ベー？南蛮の言葉？いえ、ちゃんとした日の本の言葉です。多分。かよもビーとかベーとか言う？言いません。もしかしたらザクロさんならいけるかとも思ったんですけど。ああ、マリはわかりそう。そうですね。マリ様なら、もしかしたら。それはない。
出やがるが、もうダメ。じゃあこれはどうすか？それだと、ボですね。あやながいいって言ってるのは、そうそう、B ですよ、B。ボだったらどうなるんすか？ボだったら、おにゃですかね。いきなり腰砕けみたいになるんすか？ボベーとかズベーじゃないんすか？ボベーやズベーだったら、ぬーってなるじゃないですか。だから、もういいっす。よくわかんないけど多分ザクロには向いてないっす。ザクロはザクロのやりたいようにやるっす。っていうか松葉、何？さっきから気になってたっすけど、なんでスケベさんにしがみついてるんすか？あやなたちの真似。なんか羨ましいっす。悪くない気分。かよ、ケンスケ様のお膝に座ってるです。これは。かよがそこだったら、今度はあやなが腕にくっついたらいいですね。いいの？かよもケンスケ様の奥さんなんだから当たり前です。一緒にケンスケ様にご褒美もらうですよ。じゃあスケベさん、ザクロもくっつくっす。松葉もくっついてるんだからずるいっす。松葉は良くてザクロはダメなんすか？スケベさん！スケベ、生きろ。あれ、ザクロ、ちゃんとピーってなってるじ